今回はちょっと戸惑う漢字クイズをご紹介します。小さい日と書いて何と読むのでしょうか？問題は全部で15問。制限時間は10秒です。それでは早速頭の体操をしていきましょう。第1問。この漢字は何と読むのでしょうか？正解は和コード。若人の音変化です。若者、青年の意味です。和コードの採点などと使われます。第2問。この漢字は何と読むのでしょうか？正解はぼや。大きくならないうちに消し止めた火事、小さな火事のことです。使い方はぼやを出すです。第3問。この漢字は何と読むのでしょうか？正解は出題。出来の音変化で物事が出来上がることを意味します。使い方は重版出題です。第4問。この漢字は何と読むのでしょうか？正解はたおやめ。なよなよと優美な女性のことで、ますらおの反対語です。使い方はたおやめぶりです。第5問。この漢字は何と読むのでしょうか？正解はほくろ。皮膚に見られる黒褐色の斑のことです。使い方は泣きぼくろです。第6問。この漢字は何と読むのでしょうか？正解は出し。祭礼の時、引いて練り歩く屋台です。山、鉾、だんじりとも呼ばれ、使い方は祭りの出しです。第7問。この漢字は何と読むのでしょうか？正解はクラゲ。ぷかぷかと優雅に泳ぎますが、人間を刺すものもいます。使い方はクラゲに刺されるです。第8問。この漢字は何と読むのでしょうか？正解はカナリア。カナリア諸島に生息したスズメダイの鳥で、18世紀に長崎に舶来しました。使い方はカナリアを飼うです。第9問。この漢字は何と読むのでしょうか？正解は花魁。位の高い女郎、太夫のことです。使い方は花魁道中いろは歌です。第10問。この漢字は何と読むのでしょうか？
正解はこたつ。熱源を櫓で覆い、その上に布団をかけて暖を取るものです。使い方は、猫はこたつで丸くなるです。第11問。この漢字は何と読むのでしょうか？正解はゲス。心根の卑しいこと、下劣なことです。使い方はゲスな根性です。第12問。この漢字は何と読むのでしょうか？正解はさみだれ。陰暦5月頃に降り続く長雨で、さつき雨とも言います。使い方は、さみだれを集めて生やし、最上川です。第13問。この漢字は何と読むのでしょうか？正解はしめ縄。神を祀る聖域に貼る縄です。他の表記もあります。使い方はしめ縄飾りです。第14問。この漢字は何と読むのでしょうか？正解はひたすら。もっぱらそれだけを行う様からひたすらと読みます。使い方はひたすらに弁解するです。第15問。この漢字は何と読むのでしょうか？正解はなりわい。生活を営むための仕事のことをなりわいと言います。使い方は音楽をなりわいにするです。何問正解だったでしょうか？感想などコメント欄にいただけると嬉しいです。チャンネル登録もお願いします。